下流老人、老後破産、なんとも辛い言葉が多くなった昨今。老後に必要なお金は貯められているでしょうか。厚生労働省、令和4年度厚生年金保険国民年金事業の概況の結果とともに年金と老後の生活について見ていきます。年金だけで暮らすが夢物語になった日本社会国税庁の民間給与実態統計調査によると、1年を通じて勤務した給与所得者の平均給与は年収458万円。ボーナスなどを含めず単純に計算した場合、年収458万円だと毎月の給与は38万円、手取りは28から31万円ほどになります。子供を抱える世帯などには貯蓄が難しいことは容易に伺える金額です。老後は年金暮らしで、と考えたいところですが、厚生労働省令和4年度厚生年金保険国民年金事業の概況によると、年金プラスアルファでの生活が求められていることは間違いないでしょう。ただ、老後不安といっても、数十年先のことなんてわからないといった声も聞こえてくるもの。そこで厚生労働省の家計調査年報を見てみると、65歳以上の夫婦のみの無職世帯の家計収支の平均は、実収入が24万6,237円、可処分所得が21万4426円。うち22万418円が年金を主とした社会保障給付です。812円で、トータル26万8508円になっています。現状の高齢者世帯ですら、月に2万2270円の赤字に陥っている現実があります。それならば貯蓄を切り崩して生活するほかありませんが、日本人の貯蓄事情はどのようなものなのでしょうか。厚生労働省2022年国民生活基礎調査の概況によると、全世帯では貯蓄があると返答したのは 82.4% で、1世帯当たり平均貯蓄額は1368万3000円です。高齢者世帯では、貯蓄があると返答したのは 80.7% と少し下がりますが、1世帯当たり平均貯蓄額は1603万9000円となっています。社会保障が国民の負担になっている皮肉な実態全世帯の貯蓄額の細かい内訳を見ていくと、多い順に3000万円以上 11.8%、1000万円1、500万円未満 9.7%、500万円、700万円未満 9.1% と続きます。50万円未満は 4.3% と決して少なくはない数値を記録しています。なお、2019年の発表では、多い順に500万円、700万円未満 9.3%、1000万円1、500万円未満 9.2%、3000万円以上 8.9%、100万円、200万円未満 7.5% となっていました。格差の広がりを伺わせる結果となっています。高齢者に限った場合では、貯蓄額3000万円以上が 14.0% です。なかなか高いハードルに感じる人も少なくないのではないでしょうか。さらに、老後に備えてお金を貯めなきゃと考える多くの日本人の負担になっているのは社会保障であるという、これまた残酷な現実があります。家計調査より作成された内閣府の資料によると、直接税、社会保険料等が最も多いのは45から54歳。実収入のおよそ 20% にあたる金額が引かれています。勤労者世帯の社会保険料の推移を見ていくと、2006年、勤労者世帯社会保険料は1ヶ月あたり月4万円程度でしたが、
2020年の時点で約5万7000円にまで跳ね上がっています。老後に備えてお金を貯めようとしている現役世代に立ちはだかるのが、老後を支えるための社会保険料であるとは、なんとも皮肉なものです。財務省ホームページ、これからの日本のために財政を考えるには以下の事実が記されています。この借金の返済には将来世代の税収等が充てられることになるため、将来世代へ負担を先送りしています。子や孫の世代に負担を先送り、財務省の危機感写真、財務省ホームページ、これからの日本のために財政を考える。社会保障は、年金、医療、介護、子ども子育てなどの分野に分けられ、国の一般会計歳出の約3分の1を占める最大の支出項目となっています。社会保障制度の基本は保険料による支え合いですが、保険料のみでは負担が現役世代に集中してしまうため、税金や借金も当てています。このうちの多くは借金に頼っており、私たちの子や孫の世代に負担を先送りしている状況です。将来世代へ負担を先送りしています。私たちの子や孫の世代に負担を先送りしている状況です。と2度記していることからも、財務省の危機感が見て取れます。さらに新型コロナ感染拡大時から歳出は拡大。財務省ホームページにはその異様な跳ね上がり方が掲載されています。写真。給与が増えても手取りは上がらない中、税負担がさらに重くなろうとしている昨今。将来への不安が増す中、国民の先行きは暗くなるばかりなのでしょうか。自助努力を促す裏には国家の差し迫った危機が潜んでいます。皆さんはどう思いますか？コメントで教えてね。チャンネル登録必須です。それでは皆さんのコメントを紹介していきましょう。マンション住まいだけど、固定資産税も合わせると月額4万になります。戸建てであれば、固定資産税だけで済むけど、修理費は必要ですよね。電化製品も壊れた場合に備えて、毎月積み立ててます。それでも、贅沢しなければ年金だけで生活できますよ。識者の試算見ると、旅行や遊興費、交際費が結構なパーセントを占めてますね。年重ねたら、不要な交際等を廃止すると煩わしさから解放されて身軽になります。賃貸に住まわれても、マンションでも同じ程度の費用はかかりますから、一概に持ち家だから安く済むわけでもないかと思います。元々のサラリーマンの年金の額は、税金、社会保険料などが免除されていた時代に決められたものだろうか思います。それでみんな一生懸命定年まで頑張った。しかし、税金や社会保険料を払うようになって預貯金の取り崩しが始まった。すると死ぬまでに2000万円不足した。普通はそんなにないので足らない分働くことになったが、将来はどんどん目減りして定年後給料が下がる分をみんな働かなくてはなりません。それは税金や社会保険料分ですね。また、物価差額分も。月に22万円以下で生活している世帯なんてたくさんあります。赤字でもないだろう。高齢者世帯は持ち家の方が多いし、現役世代より支出は少なくても暮らせます。苦しいのは現役世代、住宅ローン払って、子育てして、老後資金も貯めて、まだまだ遊びたいし欲しいものもあるだろうし。老後世帯の多数が経済的に不安はないと言ってるんだから、年金制度はこんなものかなと思う。でも医療制度は変えた方がいい。無駄な医療費を垂れ流していると思う。医療保険料は値下げして、個人負担を増やすべきだろうね。
現役世代は仕事が忙しくて病院にかからなかったりするから、現役世代の医療費こそ安くすべきと思う。両親と3人暮らしだけど、持ち家でローンなし、固定資産税月1万6000、食費基本なんでも食べるから10万、電気水道平均4万、新聞通信費2万、生きるだけなら総合約18万、社会保険、被服費、小遣い。車の維持費等計算しても28万で暮らせば都という生活なんですが、地方と都会の差もあるかもしれませんが2人でも十分暮らせる気がします。それから、ちゃんと働いています。ほとんどの人は年金だけで暮らせます。ただし、それが現役時代の生活レベルを保証したものではないということです。贅沢ができる暮らしではないということです。支給された年金に見合った暮らしをすればよいのです。住居費が生活を圧迫するようなら住み替えればよい。食事の内容は収入に見合うものにしましょう。車が負担なら手放しましょう。とうとう現役時代の生活を維持したい方や、時々美味しいものも食べたいし旅行にも行きたいという方は、それに見合った老後資産を用意する必要があるのはもちろんです。そういう人たちは2000万円用意しましょう。さらに、年金だけでは食べるにも困るという人には、生活保護というセーフティネットも用意されています。マクロ経済スライドなどで受給額を抑制し、現役時代の負担を小さくする流れは正解で必要です。現役世代に食べさせてもらいましょう。ただし贅沢はなしです。子や孫の世代に負担を先送りするという表現はもう使わない方が良いのではないでしょうかね。そういう表現をすると、子供や孫がいない人の方が世の中のためになっているという印象を与えかねないと思いますね。そういう表現をすると、子供や孫がいない人の方が世の中のためになっているという印象を与えかねないと思いますね。子や孫を設けて次の世代において社会を支えていくということ自体決して悪いことではないですし、人類の歴史はそういう世代間での持ちつ持たれつを永遠と繰り返し続けてきたわけであり、これから将来も続いていくことなのですから、そもそも年金はそれだけで老後をサポートするようには設計されていない。年金と預貯金の取り崩しで生活する。なぜこのような記事を書くのか。一般論では2000万円では足りない。年金は繰り下げする。死んだら生活費は不要。運悪く長生きした時のことを考える。個人によって必要額は異なるので自分で計算すること。自家、賃貸、車の必要性など。計算の例。少し節約した毎月の生活費プラス5万円、年金額×生存予測月数プラス予備費。何歳まで生きる前提にするか。95歳。予備費は何があるかわからないと言えばいくらあっても足りない。適当に妥協。不確定要素は病気、離婚、配偶者の死亡。夫婦は同時には死なない。1、年金額が変わる。2、相続が発生する。特に2は重要。対策を取っておく必要がある。女性の場合は夫が死亡すると状況がかなり変わりうる。また最近の物価高が不穏。今の年金世代も教わったはずですが、年金は家族と同居前提であり年金だけで生活を前提に設計されたものではありません。地方であれば畑なり自分で修理なりして買い物は減らせますが、都会の方々は買うしかできない方が多いので年金だけでは足りない。と見えます。ならば働く。
今時70過ぎでも町内活動や孫育てお仕事されてる方ばかりで暇な人は見かけません。そもそもデフレ30年の間にもっと安くできないのかと次世代の給与を叩き続けた結果、少子高齢化は進み自分らを支える孫世代も生まれない状況になってます。政治のせいではなく自分などの行動のブーメランです。長患いは嫌といろいろ努力される方は多いですが、気が利く良い嫁寝たきり作るというように手厚い介護が長患いにがりやすいので、普段から積極的に動き望まない医療を家族やかかりつけ医に耳にタコができるほど伝えることで結果的に回避できます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録は必須です。